テロース。もともとね、なんというか、狩猟には興味がありました。ただ、なんというか、なかなか踏ん切りもつかず、やっぱり生き物の命をもらうっていうことは、なんかそれなりの、ハードルというか、思うところもあり、なかなか手をつけられずにいましたかね。でも紬手の畑で作ってたお芋が、なんか、すべて食べられたときは、さすがにちょっと、取らざるを得ないかなと思いながら、そこから狩猟免許を取り、一つ決心をして、イノシシの狩猟を始めました。これは、罠猟がわかる人への話になるんですが、現在僕は、跳ね上げ式ですかね。跳ね上げ式になるのかなの罠を、自作して使っています。これは、ここら辺のイノシシが、結構、踏み板式の罠を、掘り上げて、見破ってくるので、なんかちょっとどうしても、バレない罠っていうのを考えたときに、土の中にあるものが極力、部品が少ない方がいいのかなということを考えてまして、で、ちょっと丸見えのバネには抵抗があったものの、試してみる価値もあるかなと思って、現在は跳ね上げ式の罠を試しています。
罠をかけ始めてからだいたいそうですね、1週間ぐらい経ってから、まあ一つ雨が来て、次の日ですね、罠の方が動いていたんですが、遠巻きから見てても、イノシシの姿はありませんでした。暴れた跡があるので、まあこれは逃げられたんだなっていうのがすぐわかります。でもその原因っていうのは何かなと今考えながら、で、今足がないかを探していますね。足を切ってイノシシは逃げることもあるので、足先が落ちていないか。で、ふと、ワイヤーの輪を見たときに、あれ大きいっていうのを気づきます。これはイノシシの足が抜けるぐらい大きくなっているので、これは、これはちょっとどうしたものかと考えていました。これのワイヤーの原因っていうのが、緩みを防止するための結び目を作っているんですが、それが僕はまだ不慣れで、その結び目の緩みの分のワイヤーと、締め付け防止金具の位置ですね、が、うまく設定できてなくて、で、イノシシがかって引っ張った時に、思いのほか輪が広がったっていうのが原因です。そこの対策として、緩み防止のための金具をつけて、で、締め付けるワイヤーの長さっていうのを固定して、再度チャレンジすることにしました。この前罠をかけていた森とは場所を変えて、今度はちょっと新しい場所に罠をかけ直しました。これはトレイルカメラの映像なんですが、このちょっと手前で掘っている場所あたりにあるのが、米ぬかです。この近くに罠が設置してあります。イノシシっていうのは本当に匂いに敏感で、一般の人が思うよりはるかに警戒心の強い動物です。今来たこのイノシシは、もうこの少しぬかをかじりますが、もう僕の匂いに気づいて、罠を疑って、もう道を変えていきました。次に来たイノシシも、もうかなりへっぴり腰で、もう食べたいんだけれど、匂いが邪魔で諦めました。その後、少し雨が降り出して、匂いが収まったら、この3頭が来て、かかりました。捕獲したイノシシは、まあ、全てではないんですが、命をいただくために、下手ながら自分で解体をしています。だいたい解体を始めてから、まあ、5時間ぐらいかかりますかね。で、大まかな部位に分けることができます。
イノシシ肉はうちの娘も大好きなので、うちの自家消費用のお肉として重宝しています。これがバラで、血抜きがしっかりされているお肉っていうのは、一般のイメージよりははるかに美味しいと思います。ありがたく命をいただいております。ご視聴ありがとうございました。